そもそも不安とは何か、どういうふうに考えたらいいのか、そもそも不安の一番最初、初めての不安というのは一体いつ感じたのでしょうか。それはあなたのこんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。はい、本日の動画は不安を解消する初めの一歩というテーマでお伝えします。神経科医のカバチャンネル、樺沢先生、そして内科医の体プランのハッシー先生ですね、橋本先生も改善するために重要なこと、それは知識だというふうにおっしゃっています。私もそう思います。ですから本日はとても重要なこの知識についてお話しします。その後はお約束の不安を改善する方法についてお伝えします。今回の動画も少し長くなりますが、かなり本質的な内容で、おそらく初めて聞かれるようなことだと思います。これを見終わった後、あなたの考えがガラッと変わるかもしれません。ぜひ最後までご覧いただき、お役立てくだされば嬉しく思います。それでは早速スタートしましょう。そもそも不安とは何か、どういうふうに考えたらいいのか。不安という感情ですが、そもそも不安の一番最初、初めての不安というのは一体いつ感じたのでしょうか。それはあなたの出生時ですね。生まれた時の体験がスタートです。これが最も根源的な不安と言われています。これは精神分析学の創始者のフロイトが言い始めたんですね。そしてそれをオットー・ランクという愛弟子がいたんですけども、その愛弟子が現不安というふうに表現しました。そしてこの現不安が神経症や不安障害などに関係していると言い始めたんですね。これですね。これが不安という感情を抱くきっかけになったと言われています。では、不安という感情はどういったものなのか。不安とはですね、これは漠然とした未来の恐怖を指します。未来でこんなことが起こるかもしれないという恐れを抱いている状態と言えます。恐怖というのは現に今この場で起こる、もしくは起こりそうなものに対する感情です。で、不安というのは未来で、恐怖というのは恐れですねっていうのは今というふうに言われています。どちらも恐れを抱いている感情ですが、では感情はどのように認識されるのでしょうか。どういう仕組みで感情というのは意識されるのか、これについて説明します。外からの刺激に対してまず危険であるか安全であるか、それを脳の中心部分ですね、これ脳の模型なんですけども、この中心部分で無意識に判断します。そして次にですね、次にこの皮質と言われているこの表面の部分でどう行動するかという判断をします。そして危ない、危険だと判断したら戦うか逃げるかですね。そして安全だと判断したらその今やっている状況を続けるということをします。その判断を無意識に、そこまでを無意識に行っているんですね。そしてそれに基づいて体の反応ですね、交感神経が興奮したりですね、筋肉が緊張したり、そういうことが起こります。そして最後にそれを感情として意識するんですね。これですね、感情として意識します。つまり感情の仕組みというのは無意識に脳が判断して、それが体に現れて、そして感情として意識されるということになっています。例えば悲しいという感情を抱くというのは、悲しいから泣くわけではなくて、泣くから悲しいんですね。おかしいというのもおかしいから笑うんじゃなくて、笑うからおかしいんですね。そして体と感情の密接なつながりというのは、感情に関係する言葉で日常よく使われていると思います。例えば胸が痛む、断腸の思い、手に汗握る、腹が立つと、腹渡が煮えくり返る、頭に血が上る、頭にくる。そして人というのは恐怖の状態ですね。不安とか恐怖の状態に置かれるとですね、こういう感じになります。まず瞳孔が開いて、そして血圧や心拍が上昇します。で、肝臓のグリコーゲン、肝臓が働き出すんですね。で、アドレナリンというのが出てきて、で、脾臓ですね、脾臓が収縮して、で、消化器官ですね、胃とか腸とかの血管が収縮するというふうなことが起こります。これ今お話ししたこの状態なんですけども、実はこれ交感神経が働いている状態、優位の状態になっている。それはこういう状態になるんですね。つまり怖いとか不安とかっていう体の反応っていうのは交感神経優位の状態に非常に近いんですね。交感神経というのは闘争逃避ですね。戦うか逃げるかの神経です。例えば山ですね、歩いていたとして突然クマに出会う。
でクマに出会うと瞬時に戦うか逃げるかという判断をしなければならないですね。死んだふりっていうのはあるかもしれないですけども、その時に同時に体はこのような反応をしているわけですね。そしてこれはパニック発作の症状とほぼ同じになる。ただ目の前にクマがいるかいないかの違いになってくるんですね。でプラス、これにプラスして死んでしまうんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですね。そしてパニック発作の場合は訳も分からずですね、何が原因か分からず、自律神経の交感神経のスイッチがいきなりパンと入ってこういう体の状態になってしまうんですね。100m ダッシュしても同じような状態になるんですけど、逃げてる状態なんですけど、突然走ってもいないのにいきなり 100m ダッシュしたのと同じような状態になってしまうんです。でパニック発作で実際に死んだ人はいないというのを聞いたことがあると思います。実際そうなんですけどね。だからどういうことかっていうと、簡単に言うと、ただ交感神経のスイッチが入っただけなんですね。それがただ原因がわからない。原因がわからずにいきなり交感神経のスイッチが入って心臓がバクバクして息が苦しくなってですね、手に汗を握ったりというような状態になってるんですね。で言葉を変えるとですね、本当にただ 100m ダッシュをしてないのにした状態になってるだけなんです。あなたの体はこういうような状態になっているから突然恐怖を覚えるわけですね。実はね、私もパニック発作になりかけたことがあるんです。なりかけた、なりかけた、ギリギリのところですね。東京に出張している時なんですけども、私大阪なんですけども、月に2回ぐらい東京に行くんですけども、ちょうど朝のね、超満員の電車の中にこうギューッとこの中にグーッと押し込まれている時なんですけど、その時ですね、急に心臓がドキドキして苦しくなってですね、で倒れるというよりね、私の場合叫びたくなるような感じでしたね。助けてくれみたいな、もう今すぐ電車から出してくれみたいな感じになったんですね。この話は初めてするんですけど、まさか動画でするとは思わなかったですけど、それ 4,5 年ぐらい前になったんだと思うんですけども、こういう知識があったので、やばいと思った時に、言えば 100m ダッシュしてもしないのにしただけやんみたいな感じで、100m 走った後って皆さんどうされるか。100m ダッシュの後っていうと、やっぱりゆっくり呼吸すると思うんですけど、だからそこで深呼吸して、思考はもう 100m ダッシュしただけやんみたいな感じで、そこはその場を乗り切ったいうような状態なんですけども、だから考え方としてはですね、急にパニック発作になっても一つは、それで死ぬことはないですね。不安にぐっと襲われたとしてもそれで死ぬことはない。ただ辛いのはあるんですけども、で体の状態、その不安というのはですね、この順番で反応して最終的に不安というふうに認識しているんですね。思考が認識している。で体はこのような状態になってるんですね。つまり交感神経優位の状態になってる。ただですね、交感神経のスイッチが何か簡単な刺激でパチンとスイッチが入りやすい状態にはなってるんですよ。でそれが自律神経が乱れているという状態になってるんですね。交感神経が働かなければならない時にきっちり働けばいいんですけども、そうでない時にいきなりスイッチ入っちゃうと不安とか恐怖を覚えるわけですね。ですから考え方としては、こういう状態になってて急にパニック発作とかですね、不安に襲われたりしたら、体がこういう反応してるだけだなというふうな思考の仕方というのも一つだと思います。私はそれで乗り切った経験があるんでね。じゃあこの交感神経が簡単にスイッチが入りやすい体の状態になっているんですけども、だからこういう状態になるんですね。でじゃあそれ何が原因でそんな自律神経が乱れてるのかっていうと、もうこれは精神的ストレスが原因です。精神的ストレスがかかって、それをどんどん溜めていくと、その時っていうのは交感神経優位の状態になってる。筋肉を固めてですね、我慢してる状態っていうのはこういう状態になってるはずなんですよ。血圧上がって瞳孔を開いて筋肉を固めてっていう状態になってるんですね。だからそれがずっと続いているとですね、長期間慢性化していると交感神経のスイッチが簡単に入りやすくなっているんです。ですからその根本はですね、自律神経を整えないとダメなんですけども、その原因というのは精神的ストレスが長期的に慢性的にかかっている状態なので、環境を変えるか、その精神的ストレスですね、ストレスの解消をする技術、術を身につけるか、この2つが非常に重要だと思っています。じゃあその精神的ストレスを解消する方法はっていうと、
以前に動画ですね、こんな動画とかこんな動画がありますので、そちらをご覧いただいてですね、本日はですね、このスイッチが入りやすい体の状態になっているんですけども、それをですね、スイッチがなるべく入りにくいような体の状態に持っていきたいので、その方法をお伝えします。で、先ほどお話したように無意識で判断して体が反応してですね、それが意識される。つまりこの不安とか恐怖というふうに捉えるですね。体の状態を見て不安とか恐怖というふうに捉えるっていうお話をしたので、体から改善するという方法を本日はお伝えします。で、じゃあどうするかっていうと、姿勢を変えるんですね。不安を解消しようということはいつも何かしら不安を感じている状態の人が多いと思うんですけども、そういう人っていうのはやっぱり姿勢がそういう姿勢になってるんですね。で、こっからは改善する方法なので一緒にやっていただければいいと思うんですけども、まず口、いの口をします。いで、そして目線、視線ですね。視線を5度から10度上げます。ほとんどの人っていうのは水平より下になってるんですね。不安がきついとかという方は視線が下になっているんです。水平より下になっているので、水平より5度から10度上に上げます。そして胸を張ります。胸を張るので肩を後ろにクリンと回すだけで構いません。で、この状態ですね。そしてさらにこっからが重要なんですけども、スキップします。スキップですよ。可能なら一緒にやってください。いの口をして視線を上に上げて胸を張って、そしてスキップです。スキップスキップスキップで、手を上に上げてキラキラ星、この状態、口をいの口して視線上げてスキップしながら、胸を張ってスキップしながらキラキラ星します。そしてできればちょっとその辺をスキップで動いてください。これ結構バカバカしいと思ってやらない人多いんですけど、実際やってみてください。やっていただくと分かると思います。もう全然気持ちがね変わると思います。この姿勢だと不安になれないんですね、実はね。人っていうのはこれなんで、これが不安を解消する、一番簡単な方法なんです。ただね、ここで一つ注意点があるんですよ。コンフォートゾーンっていうものについてお話します。コンフォートゾーンですね。これは何かっていうと、これは長年うつや不安障害の人がその姿勢ですね、いつもの姿勢をしてるとそれが心地いいというか、それが通常の状態になるので、例えばいの口をして視線を上げるだけでも非常にね辛い場合があるんですよ。ちょっと気分が悪くなったりする場合もあるんですよ。なのでそこは無理に姿勢を変えずにですね、少しずつやっていただければいいと思います。ですからまずはいの口から始めてください。もうそんないの口して視線上げて胸張ってっていうのはもうすごい辛い方っていうのがおられるんですね。もうその全然できないっていう方もおられますので、そういう方はもうまずはいの口から、これをいの口の練習をして、それができるようになったなって思ったら、今度は歩く時などは視線を水平から5度から10度上げるようにして、次に胸を張ってっていう風に段階を踏んでしていただければいいと思います。以上ですかね。本日は不安を解消する初めの一歩というテーマでお伝えしましたけども、いかがだったでしょうか。この方法ですね。この方法、今のお話を聞いてですね、実際あなたがやってみてですね、効果があったなって思ったら、同じように悩まれている方に伝えてほしいんですね。私のこの動画を見せていただいてはもちろんいいんですけども、それよりもあなた自身ですね。あなた自身がその方、困っている方とか悩まれている方に伝えてあげると、実際その伝えることっていうのはもう非常にあなたにとって非常にいいことだと思いますので、ぜひですね、困っている方、伝えていただければいいと思います。あとはもうチャンネル登録されていない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画をお楽しみに。